家庭菜園ってまで言うとちょっとこう大げさに聞こえてきちゃうんですよ。そんな話でもなくてね、はい、本当に節約のために何だったら部屋の中ででも育てることもできる、食べることもできますよっていうねお話なんで、もう今日のね中継の肝はこれを見てちょっとやってみようかなって皆さんに思っていただけるかどうか、はい、本当に簡単なお話で、新原さん。はい、まずは色鮮やかな初夏の花マーガレット、色鮮やかに咲いていますよ。そしてもちろんお花だけではありません。ミニトマトの苗が青々と茂っているんですよね。その野菜の苗、この時期は続々と入荷しています。今日はですね、ガーデンヤード、日本語で私庭野がこちらからお伝えします。なるほど。さあ、札幌中心部から車でおよそ1時間、国道36号沿いにあります大人気の園芸店サンガーデンから生中継です。お花や野菜の苗などおよそ500種類300万株を生産して販売していますよ。さあ、いろんなお花たくさん咲いているんですけれども、実は恵庭の道の駅ですとか大通公園でもこのサンガーデンのお花植えられているんですよね。非常に色鮮やか、道内各地を彩ってくれているというわけです。ただ今日ご紹介していくのは野菜です。家庭菜園についてプロに伺っていきますからね、はい、すいません、作業中に山口さん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。軽く二度見するあたりが演技派ですね。やっぱりでしたね。演技力ありますからね。やっぱりこの野菜スーパー行っても高いじゃないですか。野菜の苗、売れ行きいかがですか。売れてます。特に今年から始めるんだっていう方が結構おられますね。そうなんですね、まさに今年からこの家庭菜園を始めていこうという方、テレビの前の方もいらっしゃると思います。そこで今日のテーマに参りますよ。いきますよ。失敗しない家庭菜園術。よろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いいたします。いやー、その家庭菜園始めるにあたっても、私のような初心者だと何からこれ始めればいいのっていうのを伺いたいんですけれども、どんな野菜が？ハーブ類の葉物、葉っぱですね。これからスタートされるといいと思います。例えばまずパセリですか。やっぱりこう彩りをちょっと加えるのにもいいですもんね。そしてそのお隣がバジル、イタリアンには欠かせませんね。いいですね。そしてお隣こんもりとこれ茂っているのが青しそですか。青しそもね、またいろんなお料理に使えますからね。イカの刺身ですね。イカの刺身。ずいぶん絞り込んできましたね。具体的に。さあ、このしそ、葉っぱ系なんですけれども、なんで初心者におすすめなんでしょうか。はい、それはですね、実をならさなくてもいいよ。葉っぱだけを収穫するんで、大きくすればもう OK ということで簡単なんです。なるほど。これ実をつけたものをちょっと選びたくなっちゃうんですけれども、それだとまた良くないと。ハードルが高いですから、まずこちらからスタートしてください。しかも他にも初心者におすすめのポイントがあるんですね。特にパセリとかバジルだと虫がつきにくいんですね。なるほど。そういった面でも初心者にはこれ始めやすいということになりますよね。そしてやっぱりその屋内で簡単に育てたいななんて思っちゃうんですけど、できますか？できますよ。これ。はい。手軽、可愛らしいですね。パセリです。キッチンの窓辺にちょっと置いて料理しながら使うという。その場で切って使うこともできる。いいでしょう。ちょっと日当たりもね、キッチン良かったりしますから、それで育てるっていうのもいいですよね。なるほど。初心者にはパセリ、バジル、シソなどがおすすめというお話伺いました。ではそれをクリアしたとしましょう。その次に育てていくのが一つ上ですね。ピーマンやシシトウになるんですか。これはなぜですか。こちらは一応実を収穫するんですが、あまり大きくならないので支柱を必要としないんですよ。支柱がいるとなるとやっぱり何本いるのかとかちょっと考えること増えてきますからね。けど比較的簡単にできると。このパセリ、バジル、シソも支柱はいらないんですね。だから簡単ということ。簡単です。この辺りを育てた後にピーマン、シシトウを育てていくのがいいと。その後ですよ。上級者になってくると支柱が必要な。必要ですね。ナス、トマト、キュウリといったわけですね。なるほど。そしてこの
この順番をしっかり守るといい野菜が育てられるでしょうか。でしょう。なるほど、しょう野菜の苗をしっかりこれではい。勉強できましたか。いきなりナスいかないようにこの順番に育てていくと最初はバジルあたりから。はい行かないようにですそうですねね。ちょっとハードル実を高いですからつけないね。ようなものを育てていくはいということでした。さあ野菜の苗ゲットしました。次に必要になってくるのがプランターですかね。プランター、もう間違いないですね、はい必要ですね。ちょっとこちらですか、いやプランターと言いますと福永さん、はいホームセンターとか行くといろんな種類があって選ぶの大変じゃないですか。そうね、でも大変、まあ、楽しい部分もあるけど確かに何にしていいか分かんないですもんね。ええいやそうですよね、まさにこれ迷うようなプランターが並んでいるんですけれども、例えばですよ、実のなるような野菜を育てられるように無事になりましたと。トマトやナス、キュウリ、こういったものを育てる時のプランターの選び方について伺っていきましょう。はい。ここで問題です。おプランターの選び方、これらトマトやナスなどを育てるときはどちらのプランターがいいでしょうか。まずは A、底が浅いプランター、こちらですね。そして B です、底が深いプランター。さあ A、B どちらがいいでしょうか。スタジオのお三方お考えください。これも白井さんずるいですよね、経験者ですからね。もうねあれまずい。だった白井さんと一緒だ。あ、変えないでください。もうダメじゃ B ないこれ。でしたね、福永さん。福永さん B ですね。これダメだこれもう。お、分かれました。わからないですよ、まだ。福永さんその心は。いややっぱり実がなるからちょっと深い方が安定感が浅いとやっぱりねキュウリとかナスとかなった時に下手したら倒れちゃうかもしれない。ああ、白井さん、うんうん A で。いいですよね。 A でいいと思いますよ A でいいですよね。深いのはね根菜類だと思いますよ。あ嫌な感じね。どうなんでしょうかさあね。白井さん、ちょっと説得力がある答えが出ましたが、プロの山口さんに聞きましょう。はい、お正解は願いします。はい。正解は B の深い方です。正解 B でしたよ。おかしいな。まあまあ畑だからねうちは。理由ちゃんと聞いてきましょうか。根菜類って言いました。山口さん、なんで深い方が。トマト、ナス、キュウリはですね成長が早いんで、その分地中にもいっぱい根が生えていくんですよ。なるほど。だからしっかり根が張るということそうですそうですで、この深さみんなが全然違った。重必要要です。そういうことです。ということなんですね。ちなみにこのプランターで言いますと深さどのぐらいあるんです今か。30センチですけど、これ以上あってもいいと思います。 30センチ以上はこの深さが欲しい、はいということになってくるんですね。ちなみにその先ほどおっしゃっていた簡単なパセリとかはいはいバジルはこちらでも大丈夫です。浅くても浅く大丈夫ても大丈夫そうなんですねということなんですね。はい野菜に合わせてプランターを選んでみてください。はい。さあこのサンガーデンではですね、はいこのプランターもありますけれども野菜の苗たあくさんありますよるんですよ。はい。ちなみに何種類ぐらい山口さんあるんですか。それさっき聞かれたから数えてたら分かんなくなっちゃった。それだけ多いんですね。なっちゃうぐらいあると、いたくさんある、はいただその中でも人気なのが何でしょう。トマトです。トやっぱりねトマトなんですよ。夏野菜のこれ定番ですから作れたらいいよねね赤く輝いて美味しそうですよね。ではそのトマトを題材にとって水やりの説明をはいいただきましょうか。はい。さあトマトの苗が植わっていますが、はい水やりはどのタイミングでしましょうか。土が乾いたらあげるということで、もう土がそれがタイミングですね。乾いたらやっぱりどんどん水をやってもうどんどん成長してほしいななんて思ってしまうんですけれども、良くないと。良くないですねほ。土の中に水が残ってるのにまた水をあげるとずっと水分があることになるので根腐れの原因になります。しっかり土が乾いたのを確認してから水をやるようにしてください。さあその水やりについてここでもう一つ問題いきましょうか。はい。これから北海道も暑くなりますね。北海道でも真夏日となる日もだんだんと年を追うごとに増えてきましたよね。ということで真夏日に水をやるには時間帯いつがいいでしょうか。 A 朝、 B 日中昼間、 C 夕方。さあどれがいいでしょうか。お三方。まあ白井さんずるいですよね、経験者です。でもね僕ねあ、またじゃあ、やった。さあまた A と B で分かれましたね。 B は違うの間違いあ、ない。 B 間違いない。B は違うんですね。違う、もうダメ。どうですさあか。 B は違うと言われていますけれども、はい。山口さん正解ははい、正解は A の朝です。お A 朝金子さんと白井さんが正解ということで、朝なんですね。はい、
植物は朝日が昇った時からですね、もう活動開始しているので、まず朝ごはん食べましょうということでおー水をあげます。人間と一緒ですね。はい、人間と一緒です。一番暑い時間帯に水あげたらいいかな。日中だけどダメなんですか？はい。ところがですね、真夏日の真昼っていうと30度ありますから、多分土の中ダメなはんだ40度とかなってると思うんですよ。暑いですね。するとあげた水がお湯になっちゃうんです。それで根にダメージを与えるんで、真昼は良くないということです。なるほど。そして夕方もあまり良くない。夕方はこれから眠りますので、あまり水は必要としないということですね。なるほど。水やりは、はいこう土が乾いたのを確認して朝やるというのがそうですポイントです。福永さん、ここまでで何か質問ありますいか？や僕ね経験者ではないんですけど、なんか聞いたことがあるのが、トマトなんかはね水やりするときにあんまり水あげすぎない方がいい、その方が甘く育つなんていうふうに白井さんも聞いたことあるでしょ。はいこれはどうなんですかこれ。あ、よくご存知ですね。その通りなんです。でトマトは水切りながら栽培すると実が甘くなるんですけど、それ初心者がやると水をやらないで本当に枯らしちゃう方が多いので、初心者の方は味のことは別として、まず慣らせるということを大切にしてください。ということで福永さん、はい欲張ってはいけないということが分水やりのかりました。加減が難しいんですね。いけないところ。いいですね。そうですね。土が乾いたのを確認してしっかり水をやるようにしてください。はいそしてこの家庭菜園界でキーワード、流行っている言葉があるんです。あれですね。あれですね。山口さんはあれですねしっかりきっとピンときているわけなんですが、こちらご覧いただきましょうか。コンパニオンプランツ。これご存知ですかね。英語でコンパニオンが仲間、プランツは植物なんですが、何かと言いますと相性のいい植物なんですよね。山口さん、つまりどういったことなんでしょうか。はい。助け合いながらお互いに成長していく植物同士ってことです。なるほど、助け合いながら、はい。先ほどから例に出していますトマトを例にとってみますと、はい。さあここでも問題いきますよ。はい。トマトとコンパニオンプランツしていくのにはどのお野菜がいいんでしょうか。A バジル、B ナス、C じゃがいも。さあどれでしょこれはもう経験者が圧倒的に強いんじゃないかいやーな。わからないな。変えたいですね。勝ちましたね。だからう。けどこれちょっと分かれましたけれども、はい、ナスはほら難しいからナスはわかんない。ことですか。なるほど、A と B で分かれました、はいでは答え早速聞いちゃいますか、はい山口さん答えははい。A のバジルです。バジルということで白井さん、福永さんが正解。安心。白井さんなんか安心してます。自信はなかったみたいです。ナスもじゃがいももなんか育ててもいい気もしますけどね。実はですね、これナスですよね。え、トマトもナス科なんですよ。トマトもナスか、はい。ナス科同士で植えると相性が悪いんです。同じの同士はあまり相性が良くない。良くないんです。じゃあじゃがいもは、じゃがいもも実はナス科なんです。あ、そうなんですか。じゃがいもってナス科なんですか。そうなんです。あ、そうなんですね。こういった知識も必要ということですね。で、バジルとそのトマトをコンパニオンプランツ実際してみました。はい植えてみましたこうなります。ということで、このコンパニオンプランツ、バジルを一緒に植えるとどういった影響が、いい影響があるんでしょうか。はい。まずちょっと揉んでみると香りがちょっと強い香りがしますね。これで、ツンときますね。はい、虫が嫌がるってことですね。なるほど。はい。味にも何か影響あ、がそうです。良い風味になります。はい。変わるんですね。はそうしますと、はい。もう一つありますよ、ええ香りとあと水なんですけど、ええバジルは水が大好きなんですね。でトマトは先ほど福永さんおっしゃったように、はい水切り気味がいいということで、お互いにウィンウィンの関係になってるんです。なるほど。一緒に育てることでこの環境がまたいいということなんですよね。トマトとバジル一緒に育てるコンパニオンプランツというやり方もおすすめです。料理でもさあ相性いいですこういったけど何を組み合わせて育てようかなっていうのもやっぱり初心者ではわからないですから、そういう時は山口さんのような詳しい方に聞きながらこのサンガーデンでは野菜の苗を選ぶこともできます。ということで山口さんにお付き合いいただきました。ありがとうございました。ありがとうございましたありがとうございましたぜひ選んでみてください。もう山口さん以上本当に中継でしたお話がねお上手ではい面白くてね、楽しかったですいいと思いますけど、まあ白井さんみたいな経験者でもちょっとなるほどと思うようなところとか、あるいはそうそうってなんかありました？いややはりねプランター育てたことないのであーちょっと勉強になりましたし、はただね今年は本当に苗がもう足りないぐらい、もうホームセンター行っても売れてないです。売り切れです。それだけ皆さん今家庭菜園に凝ってらっしゃるってことなんでしょうかね。あ、
どうもすみません、ありがとうありがとうごございました。ざいます。